画面の前のあなた、こんにちは。藤井風。感動エピソードパート2。今日も、藤井風さんの知られざる感動エピソードをたっぷりとお届けします。この動画は、寝る前や休憩中にゆっくりとお聞きください。心がじんわりと温かくなる、そんなひとときになれば嬉しいです。世界中を魅了している藤井風さん。でも、その素顔にはもっともっと温かくて優しくて、時にはお茶目で、そして涙が溢れるような物語が隠されています。この動画では42話の貴重なエピソードを6つの章に分けてご紹介しています。前回の第1章では幼少期、幼い日の藤井風について、3歳からのピアノ、YouTube 開始のきっかけ、ふわふわ走りまで7つのエピソードをお届けしました。今回の第2章では、両親との絆、ヘルプエバーハードネバーの教え、状況承諾の舞台裏、父のサングラス、母の刺繍タオルなど、9つの心温まる物語をお届けします。それでは、藤井風さんの優しい世界へ、一緒に旅立ちましょう。第2章、両親。深い愛と、教えと、絆と。この章では、藤井風さんとご両親との絆、そして家族の温かいエピソードをお届けします。エピソード8、岡山からでんでー。両親の思い。風さんのご両親は、故郷の岡山から無理に都会へ出なくてもいい、という考えで、風さんを育てました。岡山からでんでー。岡山弁で、地元から出なくてよい、という意味です。ご両親は、常々そう語りかけていました。しかし、2018年、音楽事務所、ディスクガレージの河津知仙さんが、藤井家の喫茶店に直接訪れ、熱心にメジャーデビューを打診しました。その情熱に、ご両親も心を打たれ、東京行きを快諾したのです。ご両親の愛情と地元思いがありつつも、息子の夢を尊重した、このエピソード、風さん本人が2020年9月3日放送の FM802 ラジオで明かしています。エピソード9、父から教わった人生のモットー、ヘルプエバーハートネバー、常に助け、決して傷つけない。この言葉は、風さんが幼い頃にお父さんから教わり、日常で当たり前のように大切にしてきた信念です。風さんはこの言葉に、すべてが集約されている、と感じており、ファーストアルバム、ヘルプエバーハートネバーのタイトルにも据えました。お父さん譲りの優しさと思いやりが、風さんの音楽活動の根幹に息づいているんですね。エピソード10、兄、ソラさんとの音楽コラボレーション。4人兄弟の末っ子である風さんには、音楽家の兄、藤井ソラさんがいます。ソラさんは、ピアノとトランペット奏者。風さんとソラさんは共同で、ソラ風という YouTube チャンネルを開設しました。昭和歌謡の名曲をジャズ風にアレンジした演奏動画を投稿していたんです。幼少期から兄弟で音を奏でて育ったからこそ生まれた微笑ましいコラボ、兄弟仲の良さが伺えるエピソードですね。エピソード11、母親への感謝。毎日が母の日。風さんは高校時代に毎日が母の日とコメントしていました。それほどお母さんの体調を心配していたんです。実家の喫茶店みっちゃむは約40年続いた地元の有名店でしたが、2021年に閉店しました。背景にはコロナ禍での営業の困難さに加えて、お母さんの体調への配慮があったとされています。この決断は家族の絆とお母さんへの思いやりが大きな要因となっていました。風さんのインスタグラムにはお母さんへの愛情あふれる投稿があります。Every day is a Mother's Day. 毎日が母の日。そしてお母さんの68歳の誕生日には My little mama happy 68th birthday. と綴っていました。お母さんへの深い愛情が伝わってきますね。
エピソード12、父のサングラスと母の刺繍タオル。風さんのお父さんはよくサングラスをかけていました。レイバンアビエイターというモデルだったそうです。そしてお母さんは風さんのために刺繍入りのタオルを作っていました。ライブで使うタオルにもお母さんの愛情が込められていたんですね。こうした小さなエピソードにも家族の温かさが現れています。エピソード13、上京時の悲しい別れ。号泣した風さん。20歳で親元を離れた時、風さんは号泣したと明かしています。なんでこんなに泣けてくるんだろうと思うほど親が大好きだったから親と離れるのが本当に寂しかったんです。また地元のみんなのことも大好きだったからこそその別れが辛かったんですね。この経験は風さんの音楽の深さと人間的な温かさに反映されています。エピソード14、反抗期がなかった理由。風さんには反抗期がなかったそうです。その理由をラジオでこう語っていました。お父さんが年上だったから今日死ぬと思ったら優しくなれるという有限性の意識が自然に感謝と共感の心を育てた。この発言はツイッターで笑ったけどめっちゃ深いと拡散され多くの人々の心に響きました。エピソード15、涙ながらに語った親への感謝。 YouTube 登録者500万人突破の際、風さんは涙ながらにこう語りました。親の喜ぶ顔が見たい。音楽活動の根底にある親への思い、その純粋な気持ちに多くのファンが感動しました。エピソード16、人にお願いされる人間になりなさい。父の教え。お父さんの口癖だったというこの言葉、人にお願いされる人間になりなさい。どんな場所でも良い主人公を演じきりなさい。この教えが風さんの人格形成に大きな影響を与えたんですね。そして風さんは今世界中の人々からお願いされる存在になっています。いかがでしたか？第1章と第2章で私たちは藤井風さんの人生の原点をたどってきました。幼い頃から音楽に包まれ、ご両親の深い愛情と人生の教訓を受けて育った風さん。その姿にはすでに今の彼の本質が映し出されていたんですね。そして風さんの物語はここからが本当の始まりなんです。次章ではさらに温かくてさらに感動的な世界が待っています。次章以降の3分間ダイジェスト第3章第6章へようこそ。第3章ではほっこりエピソード、地元への思いが詰まった横断幕のエピソード、そして母の日に紡がれた温かいストーリー、兄ソラさんとの音楽パートナーシップなど心がじんわり温かくなる7つの物語があなたを待っています。疲れた時に聞きたい、そんな癒しのひとときとなることでしょう。第4章では感動の瞬間、ニューヨークでの武者修行から始まる世界規模の冒険。2020年コロナ禍の中でファンのために開催した無観客配信ライブ、そして日産スタジアムを揺るがしたあの伝説のライブ、フリー紅白を実家から中継した地元への思い、子供病院での心と心の交流、さらにはニューヨークのアポロシアターでの伝説的ハプニング。これらは風さんが世界の舞台で何を思い、どう向き合い、どう音楽と一体になったか、その全てが詰まった9つの感動の瞬間を綴るエピソードです。第5章では泣けるエピソード、名曲帰ろうが生まれたきっかけ、その歌詞に込められた生と死をめぐる深い思い、そしてダンサーとの共演で紡がれた涙と感情の共有。これら3つの物語は聞く者の心を深くえぐり、でも同時に優しく包み込む、そんな人生の物語です。第6章ではお茶目な藤井風、天才とは思えない
素朴で可愛らしい一面、デビュー曲なんなんの、その名前の由来、国民的アニメの主題歌を大人のセンスでアレンジしたお茶目な動画、テレビ出演でポロッと漏らした本当の音楽制作プロセス、ローソンの ATM でのハプニング、そして中学時代からすでに輝いていたユニークな人柄が映し出されたランキング、7つの笑顔になれるエピソードで、私たちはステージの上のクールな藤井風ではなく、本当の素顔の彼を知ることになります。終わりに、藤井風さんの人生には、幼少期の無邪気さと、両親の深い愛情、地元への温かい思い、世界への冒険心、そして心の奥底に秘めた人間らしい涙や喜びがすべて詰まっています。第1章と第2章を通じてあなたが感じたぬくもりは実は第3章から第6章へ続くさらに大きな物語への入り口なんです。42のエピソードは一つ一つが独立した物語ではなくすべてがHelp Ever Heart Neverという愛の原則のもとにつながっています。次の第3章以降では、その愛がいかに世界に波紋を広げ、どれほど多くの人々の心に火をつけたか、そしてどうして私たちは藤井風さんの音楽に惹かれるのか、その答えがきっと見つかるでしょう。本当の感動と涙はまだこれからなんです。次の動画では、ほっこりから始まる癒しの旅がやがて感動へ、そして涙へと変わっていく瞬間をあなたは体験することになります。その中で藤井風さんという人間の本当の魅力があなたの心に刻まれていくことでしょう。次回も寝る前や休憩時間にゆっくりとお聞きください。心が奥底から揺さぶられ、でも同時に優しく包み込まれるようなそんな時間があなたを待っています。それでは次回第3章でお会いしましょう。いいねとチャンネル登録をいただけると次回の動画の通知が届きますので、ぜひぜひお願いいたします。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。